こんにちは。グレース・シュゲーブです。久しぶりの声付き動画になります。前回の動画では、毛糸購入のため、韓国のソウル旅行の様子をお伝えして、その動画がたくさんの方に視聴いただき、本当にありがとうございました。今回は、初めてコットン 100% の中細糸で春夏用のソフィースカーフを編んでみました。以前もウールの糸で編んでみたんですけど、今回その初めてのコットン 100% の糸、ちょっと結論から言うと、作品としてはかなり良かったんですけど、正直ちょっと気になるところもあって、今日はそのリアルな感想を紹介していきたいなと思っています。もうすでにちょっと完成したものが手元にあるんですけど、こんな感じで。コットン糸です。今回ですね、なんでコットン糸で編んだかというと、ちょっともともと、ソフィースカーフって、ウールで編むことが多いと思うんですよね。もう人気だからソフィースカーフだったり、スカーフじゃなくてフード、ソフィーフード。私まだ編んだことないんですけど、ソフィーフードとかも人気で、このね、冬、すごい皆さんたくさん編んであると思うんですけど、せっかくのソフィースカーフを、ちょっと夏にもね、使えたらいいなと思って、まず夏に使えるものが欲しいと思った。それにはやっぱちょっと首に巻いた時に肌触りが良くて汗かいても大丈夫なような、コットン 100% の糸で編んだらね、春夏ちょっと使えるんじゃないって思って、それと、そのためにはちょっとチクチクしない素材のもので編みたいなと思って、今回は初めて、コットン 100% の糸で編んでみました。今回使用した糸はもう中細糸で、私中細糸とかあんまり使ったことなかったんですけど、こちらのネットで購入した、ラディアントバード。ベビーコットンヤーンっていう、赤ちゃんのものでも、赤ちゃんの肌にも優しいみたいな、そういうくくりのこと書いてあったんですけど、こちらの糸で、棒針が3号で編んでみました。表記にはおすすめの号数とか普通書いてあるんですけど、これもほとんどかぎ針だけしか書いてなかったので、ちょっと通常の中細糸で使用するのがだいたい棒針3号とか2号とか3号なのかな。今回はちょっと緩めに編みたいなと思って3号の棒針を使用しました。で、サイズはこんな感じで、ちょっとですね、結構長めに編んだんですよね。一番、ちょっとここで、11センチぐらいあるんですけど、で、長さは1メートル37センチ結局編んで、結構2回編んで、リボン結びもできるかなっていうような、そんな感じの、ちょっと長めのスカーフですね。実際、巻いた感じは、トルーソーに巻いた感じをちょっと見ていただいたらわかるように、見た目はね、かなり綺麗にできたなと思います。そこで、せっかく今回、100% のコットン糸を使って良かった点っていうのがありますので、そちらを、まず良
良かったっていうの一番は、肌触りがとにかくいい。やっぱりコットン糸なので、チクチクしないんですね。こう触った感じが。それに細くて柔らかい。なんか、緩めに編んだっていうこともあって、肌馴染みがとにかく良くって。それに軽い。もう、これ結局ですね、一玉で、こんだけの、できたんですね。だから細いし、なんか軽いし、で、チクチクしない。もう本当に肌触りがすごくいい。赤ちゃんのベビーコットンっていう書いてあるだけ。なんか、もう、なんか今まで私、ウールも気持ちいいなと思ったけど、こんなにコットン糸が、肌触りがいいのかと思ってびっくりしました。次に、まあ、そういう素材ですから、コットンだから、汗かいても夏でも使えるっていうね。なんか、首に巻いて、まあちょっとこう、汗ばむじゃないですか。まあ落としも落としだからか、首から汗結構かくんですよね。で、首に巻いて蒸れにくくて、なんかすごい快適な感じですね。で、だからって、クーラーの効いた場所とかでね、私洋服とか首元ちょっと、ぽっちゃり体型なので、首元をあまりつまんないような洋服が好きで、クーラーの時とかこう首冷えちゃうんですけど、その首元の冷え防止対策にも使えそうな感じなんですよね。まあ、それすごく良かったなと思います。で、さらに、もう一ついいのが、結局、汗ばんで、せっかく編んだのに汗がくっついちゃってって言っても、なんかコットンだから、なんか意外と簡単に、まあ、お洗濯できるっていうところも気に入った点でありますね。まあ、ただ、なんか、ちょっとこう、なんか飛んでしまって穴が開いてるんですけど、コットン糸って、やっぱりなんかこう、編み方にもよるんでしょうけど、なんだろう。ちょっとこう、縮みとかがしにくくて、なんか、最終的にはダラーンって伸びやすいみたいな、ことらしいんですけど、でもまあ、首に巻いた感じにがやんわりで、引っ張ったりあんまりしないんだったら、なんかもう、ダルンってなってる方が、スカーフとしては使い勝手がいいのかなって思います。なんかそれもだから良かった点の一つではありますね。で、次になんですけど、まあ、そういういい点もあったんだけど、悪かったっていう点というか、正直ちょっと気になったところがあって、で、それが、まず、編みにくさ編みにくさっていうか、まず私いつもそんなに編み物いっぱいやってきた経験はないんですけど、それでも今まで編んできたウールの毛糸と比べたときに、このまず、中細い糸っていうのを編むのも初めてだったっていうのもあるんですけど、まず多分、ウールの毛糸よりも、この 100% のコットン糸っていうのが、糸のよりがあんまりない。甘い。糸のよりが甘いんですね、すごく。なので、ちょっと、これ見てもらっていいですか？このグリーンの糸ね。こういう風に、この一つの中細糸にするのに、このコットンの糸が何本かな？ 1、2、3、4、5、6、8本の糸をよってあるわけですよ。こういう風に。ね。これで中細糸が仕上がってるんですね。このよりが、ウールみたいにもう馴染まずに、すぐこうやって、ポロポロってほどけちゃうんですね。これがもう編んでるうちにもすっごいストレスになるぐらい、
なんか編みにくくて、こんなになんか、よりが甘いと、ここまでなんか、時間かかっちゃうとか、丁寧に編まないと、油断するともうね、私、もう、何回も編み直しましたもん。なんか、一本のね、編み地から、これ見てもらったらわかるんですけど、ちょっと待ってね。ほら、ここわかりますか？こういうふうに、こんな風に、一本が馴染まずに、ピヨンって飛び出して、結局編んでる時に、綺麗によれてない部分で、一本ずれて出てきちゃうんですよ。こういうのがこうやってこんな風に、ちょこちょこあるわけなんですね。せっかく綺麗にね、ほら、ここも2本ね、飛び出てます。これがね、なんかこうやって、ちょっと、馴染ませたいなーとか思っても、こう、馴染まないんですよ。だからこれ、最終的に、なんかこれ、切りたいじゃない、こういうのね。なんか、もう切ったら多分ここからほどけちゃうかなと思ったらもう切れないから、もうこれはもう無視して、飛び出たところが気にしないでね、もうなんか、もう、使ってるうちに、そのうちわかんなくなるかなとか期待をしつつ、もうほんと5、6回、編み直しましたね。で、丁寧に編もうと思って、それになんかね、最初編み始めた時に、今回はせっかくだから違う編み目、基本のね、ガーター編みじゃなくて、違う編み目に挑戦したいなと思って、なんか、なんだったっけ？なんか違う編み目をやり始めたんですよ。モスステッチだ。モスステッチっていうので編んでみたかったんで、モスステッチで編み始めたんですけど、これがまたなんかもう本当私バカなんでしょうね。計算というか、数字に弱いっていうか、なんか何目表編んだら何目裏とか、結局は2、2みたいな感じで編んで、2段ごとにこう、繰り返して交互にしていくっていうだけなんですけど、結局、その増やし目のこととかを考えると、なんかそこら辺でちょっとこんがらがって、もうそれも、なんか、途中でね、挫折して、で、結局なんか、この細さの糸で、モスステッチを編んでると、あんまりなんか、モスステッチの良さっていうのが、出なかったんですね。だから途中でもう本当にもう諦めて、元のせっかく編むんだったら使えるものは編みたいなと思ったんで、もう基本のガーター編みで編んで、それでもやっぱりさっき言ったピヨって飛び出したこういうね、こういう毛を気にしつつも、なんかもうちょっとね、老眼もあるから見えにくかったりとかもするんですけど、それでも丁寧に編もうと思ってもやっぱりこうやって出てきてるんですよね。ね、途中でさっきみたいにね、こんな風に、もう、ちょっと一回編み直して、ちょっとだけほどいたりとかすると、あっという間にこういう風にほつれちゃうというか、よりが戻って、糸になっちゃうみたいな。これがもう本当になんか、唯一、今回悪かった点というか、もう気になってストレスになったところですね。なんか、やっぱ、編み物って奥深いんだなって思う。だからもう本当にビギナーズで、なんちゃってで、こうやって編んでっても、課題がたくさん出てきます。で、その結論というかまとめると、じゃあどうなんみたいな感じになるじゃないですか。そこは、まとめるとね、もう本当に春夏にね、使いたいし、使えるし、チクチクが苦手な人でももうほんと肌触りが良くて、もう首に巻いた時の質感もすごく気に入って、私としては編んでよかったなと。もうおすすめ。色も白いワンピースとか白い T シャツにちょっと巻いたりとかしたらすごく夏でもね、使えてかっこいいかなって思いました。ですから皆さん編んでみたいなと思った人は、ぜひ、
コットン糸を使用して、まあもうちょっと太い糸で編んでも全然なんか、軽いんじゃないかな。コットン糸っていうのも多分いろんなコットン糸があると思うけど、まあできれば赤ちゃんとかに使用できるような柔らかめのもので、もうちょっと太めのものとかを使ったら、なんかサクサク編めるし、時間も早くね。なんか、目も綺麗にいいんじゃないの、粗が目立たないんじゃないのかなって思いますね。まあ、その編み方はもうほんと今回は基本の編み方で、まあ、細かったので、目数はもう自分のお好みで、だから、その首に巻いた時の幅をこのくらいにしたいと思ったら、どんどん増やしていって、8段ごとに増やしていって、まあ、それから、巻いた時の何回巻くか、こんな風に何回巻くか、で、まあ、仕上がりの、仕上がりの長さっていうのに合わせていけば、もう簡単にできるし、編み方はもう以前私もアップしたソフィースカーフの編み方動画を見ていただければ、もう糸の太さとかはね、その時はウールの極太糸を使ったりして、まあ、針の号数も全然大きいものを使っているので、あっという間に1日ぐらいでできたんですけど、まあそういうの、その編み方動画を、紹介している動画を見ていただけたら、すぐにもう編めると思います。まあ、本当に、なんかこれからの季節に活躍しそうなので、まあちょっと色違いでね、糸も買っているので、もうちょっとね、編み方もなんか課題になったんですよ。コットン糸を編むね、綺麗に編むっていう。だからこれでもね、ちょっと編んでみようかなと思います。なんかボーダーとかも可愛いかもしれないですよね。今回もね、ちょっと短くなりましたけど、短くなりましたっておかしいですね。今回も最後まで視聴いただいてありがとうございます。この動画が気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけたら、次の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。グレース・シュゲーブでした。バイバーイ。